はい、皆さん、こんにちは。年始トラベラー、アイアウトでございます。ANA 特典航空券を使ってね、東南アジアに往復しようということで、とりあえず2024年の8月の25日にね、一旦予約をしました。で、スタートが8月の9日、ゴールが8月の14日ですね。で、問題はね、こっから先ですね。2往復目に関しては、僕は8月に乗ろうと思ってるんじゃないんですね。10月に乗らないか。10月の日程に関して、私の妻と親戚でマラッカ行こうということなんですけども、毎月ね、同行者の中で25日と月末が仕事で大阪にいないといけない人がいるんです。そうなったらもうピンポイントね、この26日から30日、これで3泊5日になるんですけども、もうこれしかないんですね。こんなピンポイントなね、変更可能なんか、ドキドキします。ドキドキしません。僕はもうほんまドキドキしますよ。一発勝負でコールセンターかけてもいいんですけど、もし断られた時のショックが大きいでしょ。ですから、前日に検索をしてみました。PDF 取ってなくって、紙に打ち出したものを、スキャンしましたので、ちょっと見にくくてごめんなさい。検索したのが11月の9日の夜の8時56分です。で、これがね、実際私が変更をかけたい予定の1日前になります。で、10月24日、東京、羽田、クアラルンプール、ANA、OK です。で、これがね、特典航空券のルールとしては、ここまでが行きになります。で、ここから上はエコノミーなんです。で、あとはビジネスです。で、10月28日、クアラルンプールからシンガポール航空特典ビジネス OK です。で、同日なんですけど、夜12時またぎますので、翌日なんですけどね、シンガポールから上海、シンガポール航空特典ビジネス OK です。上海から東京羽田 ANA 特典ビジネス OK です。そうなんです。で、東京から高松も OK です。1往復も完結してるんです。ということは、このまま発券できるんですよ。だからね、5500マイルでお支払い総額45,540円。このね、必要マイルは1往復だろうが2往復だろうが一緒です。違うのはね、こっちです。所税が2往復だと76,380円ということで、3840円追加をすれば、このチケットに1往復プラスできるわけですね。それが8月の前半の深セン行って台北行ってっていうパターンになります。さあ、これはね、確認ができたと。次の日が勝負ですね。次の日の勝負の時にね、またね、10月の10日の夜検索するんですけども、やられましたよ。これです。シンガポール、上海の特典ビジネス。これ誰かに先越されちゃったんです。この中でね、どれが一番ミソかってもうこれなんですよ。これが取れないともうどうしよう。で、もう一回ね、カレンダー見ます。10月26日は日曜日なんです。ちょっと待ってよ。ね、仕事の関係で25日大阪おられかんです。ということは、土曜日は構わんのじゃない。っていうことで、確認したら、土曜日は OK って言っていただきました。ですから、このね、日程を1日前倒しをすると。25日スタートで29日帰ってくるんだったら構いませんっていうことなので、よっしゃーってね、それだったら前日ちゃんと僕ね、空席あるの確認してますんで、で、次の日ね、次の日の早朝、ANA のコールセンターに電話をします。東京クアラルンプールから後ろを10月に変えてくださいっていうことで、一便一便指定をします。で、空席あります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 って言っていただいて、その後でですね、いつもそうなんですけど、所税を計算するので少々お待ちください。でね、ここでね、僕過去2回やられてるんでね、もうドキドキしもんだったんですけど、今回ね、所税に関して1700円ぐらいだったと思うんですけど、追加がいりますと。いや、もうでいいです。それで変更してください。お願いします。っていうことで、変更をお願いしました。で、Yahoo のね、メールで e チケットが送られてきます。10月10日のね、日曜日だったよね、これね。朝の4時35分。もう、この時間にはもう決着してるんです。どれだけ早くかけたのかよくわかりますよね。で、e チケットを送付しますと。ここから先は何もないんですけど、e チケットが添付されてきます。
で、いいチケットを確認しますね。で、こっから上ですね。こっから上は元のままです。変わったのは、こっから下です。今まで8月だったのが、オクトーバーね。24オクトーバー2025になってます。で、クアラルンプールがシンガポールね。28オクトーバー2025。シンガポールから上海29オクトーバー2025。上海から東京、これかね。29オクトーバー2025。でね、これ、I がビジネスなんです。I がビジネスです。I がビジネスです。で、この X がエコノミーです。これはまだね、行きになるんで、エコノミーです。あとは全部 I。ビジネスクラス取れました。よかったーってね。で、もう一個メール来ます。1分違いですけども、クレジット明細の送付。で、この時のね、支払いに関しては、私が、一番最初に予約をした時に、クレジット決済してます。その情報を ANA 持ってますので、そのね、クレジットカードで落としてくださいって、もうこの、いわゆる口頭で契約が成立をします。で、これが明細ですね。1730円。どこかの空港の所税がアップしたみたいです。この程度で文句言ってたらね、始まりませんので、これで OK。で、これで一つね、無事 OK なんですけど、この先があるんです。で、もう一回ね、僕実は変更かけてるんです。12月の30日の朝4時38分に変更かけたので、いいチケットが送られてきてます。で、この日付なんでこんな時に変更かけたかなんですけども、燃油サーチャージが2ヶ月ごとに変わるんですね。で、2024年の12月と2025年の1月、これが過去1年間で一番燃油サーチャージが安いんです。ですから、その間ね、12月から1月の間に変更をかけたら、燃油サーチャージの返金があるんです。というのを目論んでやろうと思って、この日に変更をかけました。で、これが、変更後のいいチケットなんですけども、さあ、どこを変更かけたのかなんですけど、ここなんです。クアラルンプールからシンガポール。これね、いっぱい便があるんですわ。で、元が20時30分だったのを21時45分に変更かけました。で、シンガポール航空燃油サーチャージいらないんですね。燃油サーチャージいらない会社を変更かけてもどうなのっていう疑問も起こるかと思うんですけど、これでも燃油サーチャージは返ってくるんです。数分後に払い戻し明細書の送付っていうメールが来ます。で、返金ね、すぐは返金されないんですけども、2、3ヶ月でそんなにはかからんかったと思いますけどね。で、これが明細書なんですけども、なんと 15,370 円。こんだけ返ってくるんです。で、元々の燃油サーチャージ等の所税が 78,110 円でした。で、これだけ下がると 62,740 円になるんですね。結構でかいでしょ。ですから、こういった情報はね、別にね、そんなにアンテナ張ってなくっても、いろんな人が紹介してくれますんで、一番、燃油サーチャージが安い時に変更をかけると。で、さっきの通りです。シンガポール航空のように、燃油サーチャージがいらない会社を変更をかけても、それ以外の航空便に関して返金があります。高得ですんでね。ですからよく皆さんがね、紹介するのは国内便を1便ずらしましょうっていう形で言うんですけども、国際線でも一緒です。便数の多いところだったら簡単に変更効きますんで、これでね、15,300 円、70円もね、労せずして帰ってくるんだから、お得ですよね。で、これが最終の予約確認ですね。で、8月9日に出発です。で、前半戦はもう過去見ていただいた通りで、8月の11日に関西へ帰ってきます。で、この間はストップオーバーできませんので、乗り継ぎ時間がね、羽田で2時間45分、深センで23時間25分、台北で21時間5分、全部24時間以内にしております。で、次の出発が10月の24日の金曜日の深夜便なんですね。で、これで滞在、要は私の自宅にいる日数が2ヶ月と14日。で、2回目、2往復目の予定がスタートします。東京からクアラルンプール、クアラルンプールからシンガポール、上海、
東京、高松って帰ってきます。で、マレーシアで4日と15時間45分。これは目的地ですから、何日滞在しても問題ありませんのでね。で、それ以外は全部24時間以内じゃないとダメですし、こんなね、10月ですから、1日も早く帰ってこないと、ちょっと僕まずいんで、スッスッスッと素直に帰ってくるパターンで予約をかけております。で、この通りですね。必要マイルは55,500、支払い総額62,740。で、最初に見ていただいた通りです。1往復だろうが2往復だろうが、55,000マイルは変わらないんです。変わるのはこっちです。燃油サーチャージ等の諸税。これは乗る便が多かったり、乗る距離が遠かったりすると高くつきます。なので僕前半戦はね、あんまり遠く行かないんですけど、これを本当遠くまで行くと多分もう2万円ぐらい、諸税は高かったんじゃないのかなと思います。これで東南アジア2往復の解説は終わりです。ただね、まだね、このチケット中途半端なんですね。僕がこの間です。2ヶ月と14日の間、ね、高松にいなければいけない。だから関西から高松帰らなければいけない。で、高松からね、東京羽田へ行かなければいけない。で、この話をね、次回します。で、なんやねんそれね。関西から高松帰ってくるのはどうでもはっきりなります。高松から東京行くのが、この金曜日の深夜便に乗り継ぎをせないかんですから、私ね、この日やっぱり会社休みたくないんです。ですから5時過ぎまで会社にいると、高松空港からの最終便に乗れば、乗り継ぎが可能です。最終便に乗ればいいじゃんかっていう話なんですけど、それをマイルで取った話をします。はい。ですから引き続きね、金曜日の午後7時にアップします。チャンネル登録していただき、ぜひね、ご視聴くださいますようよろしくお願いいたします。